やばい。ジャッジってやつが強すぎる。意味わかんない。おお、もう第9戦役まで行けたんだ。すごいじゃん。でもジャッジが全然倒せなくて困ってるんだよ。ジャッジはステータスが特殊だから専用の編成で挑んでいこう。まず第9戦役に出てくるジャッジだけど、高い命中、前衛への2体同時攻撃、後衛への飛び蹴りが特徴のボスなんだよ。命中が高くてサブマシンガンだと回避できないし、2体を同時攻撃してくるからショットガンを2体用意しておこう。なんでショットガンだと大丈夫なの？ショットガンには防御力というステータスがあって、敵のダメージを減らすことができるんだよ。へえ。ジャッジは火力が低いからショットガン2体で挑むのがおすすめだね。ショットガン2体か。今から育てないとな。もしショットガン2体を育成するのが大変だったら、ショットガンが2体編成されているグリフィンの支援部隊を使っても攻略できるよ。そうなんだ。あとジャッジの飛び蹴りはどうすればいいの？飛び蹴り後はマークのついた4マスにいる味方にダメージを与え続けるよ。後衛を残す場合はダメージを受けない場所に動かそう。あと前衛のショットガンだけだと与えるダメージが少し心配だから、アタッカーも1体前衛に動かしておくと倒しやすいよ。この時アタッカーがジャッジの標的にならないように注意してね。ショットガン2体要求してくるし、しかもめちゃくちゃ動かしてくるじゃん。後衛を動かし続けるのが大変だったら、アタッカーを1体だけ前衛に動かして残りの2体は退却させても大丈夫だよ。でも私人形の移動苦手なんだよね。8の6のドリーマーでもうまく避けられなかったし。それならボス戦とかでここぞという時に失敗しないように人形の移動の練習をしておくといいよ。練習できるものなの？まず失敗しがちな人によくあるのは人形をタップしてしまうこと。動かしたい人形のいるマスの真ん中をタップするようにすると操作しやすいよ。なるほど、そんな技術があったんだ。移動についてのテクニックは他にもあって、一度人形を動かすと攻撃ターゲットをリセットするよ。こんな風に攻撃したくない敵を攻撃し始めた時、少し移動させると解決したりするよ。今後のイベントとかで上位を狙う人には必要になってくるかも。上級者のテクニックだ。他によく使われるのは、戦闘開始時に前衛にいるサブマシンガンやハンドガンを動かして味方の射程範囲を伸ばすテクニックだね。こうすると敵に先手を打てるようになるから前衛の受けるダメージが少なくなるよ。敵が攻撃する直前に後ろに下がると敵がまた移動と攻撃モーションを始めるから、こちらの攻撃時間を稼げるよ。戦闘中の撤退もうまく活用しながら前衛のダメージを減らしていこう。結局ショットガンっていうのは防御力が高い盾役ってこと？まあ一番の特徴は防御の高い盾役だね。マシンガンと互いに強化できるから、マシンガン、ショットガンで部隊を組むのがいいと思うよ。マシンガンが高い火力と射速で敵を倒して、ショットガンが前衛で守るっていう部隊だね。でもさ、なんで最初からマシンガン、ショットガン部隊を使わせてくれなかったの？マシンガンやショットガンは製造にも補給にも大量の資源を消費するから、序盤から使っていくのはあんまりおすすめできないんだよ。5リンクの資源消費量を見てみると、ほら圧倒的にマシンガン、ショットガンが多いでしょ。
ほんとだ。何も考えずに使ってたらすぐ資源なくなっちゃうね。そうそう。あとショットガンやマシンガンは移動速度がすごく遅いから、7の6のドリーマー戦みたいに長い移動が必要なステージだと攻撃を受ける回数が増えちゃうんだよ。はあ、いろんな敵に対応して部隊を使い分けていかないといけないんだね。でもなんかいろんな部隊編成があるけど、何を使うのがいいのかな。アサルトライフル、サブマシンガン部隊は、アサルトライフルが攻撃してサブマシンガンが敵の攻撃を避ける部隊。バランスがいいから幅広く使うことができるけど、装甲兵や HP の高い敵には手こずることもあるよ。ジャッジみたいにサブマシンガンが回避できないような高命中の敵にも苦戦することがあるよ。次にライフル、ハンドガン部隊。ライフルは高命中高火力で敵の後衛から先に攻撃するから、敵のアタッカーを早く倒すことができるよ。でも射速が低いから敵の移動速度が高かったり、リンク数の多い敵には対処しきれないこともあるから注意しよう。だからライフルは射速をアップさせるハンドガンと一緒に編成させるといいんだね。そうそう。最後にマシンガン、ショットガン部隊。ショットガンが前衛で盾になりながら、マシンガンが高い瞬間火力で敵を倒していく部隊だよ。でもショットガンは箱持ちの敵には大ダメージを受けちゃうから要注意。あと低命中で火力や射速の高い敵にはサブマシンガンの方が相性がいいから、敵に応じて使い分けていこう。なるほど。おさらいだけど、マシンガン、ショットガン部隊の弱点は攻撃後のリロード時間と大量の資源消費だから、使う場所をしっかり考えてね。敵に合わせて使い分けていかないといけないんだね。でも野戦やジャッジでいろいろな部隊を使うようになってきて、私もだんだん指揮官っぽくなってきたんじゃないかな。敵に突撃することしか知らなかったスコーピオンがこんなに成長するなんて。私を甘く見てもらっては困るよ。今まで教えてもらったことをやっていけば、私でもなんとかなるんだね。今まで教えたステージ攻略、部隊強化、資源収集、アイテム収集は基本なんだけど、型にはまりすぎないようにね。一番大切なのはドルフロを楽しむことだよ。こうしないとダメとか、これがないとダメってことにとらわれず、自分なりの楽しみ方を見つけていこう。自分だけの攻略部隊や攻略方法を作るようになると、ドルフロの楽しみがどんどん広がっていくよ。自分の好きな人形を最大限に活躍させる部隊を作った指揮官もいるんだよ。覚えることが多かった分、ドルフロではできることがたくさんあるもんね。いろいろ教えてくれてありがとね。